どうも皆さんこんにちは。石川純喜です。最近 TikTok だったりとかの SNS を見ていて、このワードを目にすることが増えてきたんじゃないでしょうか。ハッシュタグボールホグ、ボールホグスタイル、ボールホグタイプアウトフィットなどなど。これらのワードで使われているこのボールホグとは何なのか。今回の動画ではそれについて解説していこうかなと思います。今ですね、海外を中心にバイラルを起こしているこのボールホグなんですけれども、これが流行った経緯だったりとか、ボールホグとはそもそも何なのかっていう情報から、これが流行ることによって、今後ファッションシーンがどうなっていくのか、1年後2年後のファッションの流行りは何なのかっていうのも合わせて解説できたらなと思っております。なので今回の動画は久しぶりに解説系の動画っていう感じになります。で、今回ですね、僕なりにボールホグについてまとめてきまして、5つのチャプターに分けて紹介しようと思います。ぜひですね、本日も動画最後までお付き合いいただければと思います。まずはですね、最初のチャプターなんですけれども、そもそもボールホグとは何なのかというところから話していこうかなと思います。ボールホグっていうのはそもそも何なのかっていうと、ストリーミングと音楽活動を両立したアメリカのヒップホップクルーの名称のことを指しています。メンバーは全部で12人います。で、主要な人物としては、リーダーのブルースドロップエムオフっていうストリーマーと、あとはもう一人のラッパープロテクトですねの2人からスタートしたヒップホップクルーになります。で、このボールホグという名前の由来に関しては、この創設者の2人がバスケが好きだったっていうところから、バスケに由来するボールホグ、スラングでボールを全然パスしないで自分ばっかりシュートをする、独りよがりな選手のことをボールホグと表現するんですけれども、それをブルースがヒップホップ的な解釈で誰にも頼らない、自分たちだけで進む、やりきるっていう表現に変えて、ボールホグというのをクルーの名前にしたというのが、ボールホグの始まりです。ボールホグ自体は、ブルースとプロテクトから始まって、2021年から始まっているグループであるんですけれども、今右肩上がりで成長を続けているヒップホップクルーっていう感じですね。で、このボールホグという表現はですね、彼らの、スローガン的なものにもなっていて、ボールホグ内の、ラッパー、6、7人ほどいるんですけれども、彼らのほとんどの楽曲の冒頭に If you not ball hog then die っていうフレーズが入りまして、直訳すると、ボールホグじゃないなら死ね、ボールホグ以外ありえないっていう、強烈なキャッチフレーズから始まることでも、すごい有名なんですけれども、そういったように、ボールホグという名前は単なるグループ名ではなくて、彼らがすごく大事にしているスローガンだということが分かります。で、ボールホグのですね、メンバー12人、構成メンバーをですね、喋っていこうかなと思うんですけれども、まず最初に紹介したこのブルースドロップエムオフですね。彼が中心人物、リーダーに当たるわけなんですけれども、彼はアトランタ出身のストリーマーですね。配信者です。YouTube は100万人、Twitch でも140万人ぐらい登録者がいる規模感が大きいストリーマーなんですけれども、スピードだったりとかカイセナトといったような、世界的なストリーマーの、ちょうどワンランク下ぐらいの知名度だと思っていただければ分かりやすいかなと思います。そうですね、日本で例えるとするんだったら、うんこちゃんとか釈迦とかが多分上の方にいて、そのワンランクぐらい下なので、誰だろうな、繁盛、木工先生とか、ゆゆうたとか、そんぐらいの地位かなと思います。ゆゆうたが分かりやすいかな。だからゆゆうたが日本のアンダーグラウンドラッパーと手を組んでヒップホップクルーを作りましたよみたいなのが、ボールホグっていう感じですね。分かりやすく言うと。で、そのブルースの相方となるラッパーが先ほど紹介したプロテクトなんですけれども、彼がニューヨーク出身のラッパーで、2021年頃からかな、ラップ活動を始めて、2年前の2024年頃から頭角を現し始めたっていう認識です。その頃からですね、アルバムにビートメーカーの OK と一緒に共作したりしてて、OK といえばね、オサマソンとかネットスペンドの楽曲を手掛けていることでもすごく有名かと思います。多分ネットスペンドとか聞いたことある人だったらわかると思うんですけど、OK is the hardest, I swear to God, we go be okay 聞いたことありますよね。プロテクトの楽曲にも今いくつかプロデューサータグがあるんですけれども、その OK と一緒に作品を作り始めた2024年頃からプロテクトは頭角を現すっていう感じです。で、このボールホグが伸び始めたタイミングも、そのタイミングと被っていて、そのあたりから注目されてるクルーだよっていう感じですね。他のね、構成メンバーですね。あと10人いるんですけれども、あとはストリーマーをやっているブレイディ・グーだったりとか、他のラッパーのスニーク、あとはもう一人シンプリー・ブラッディっていう、そのプロテクトだったりとか、スニークだったりの楽曲の MV だったりを撮ってる人なんですけれども、シンプリー・ブラッディだったりとか、あとはラッパーの77OC、ローラウッド、ファッション的なアイコンとしても機能しているヤーミヤだったりとか、プロテクトだったりの
MV にも頻繁に登場しているアレックス・ロー、他にもラッパーのジュシン・ティグレやマネーレス・ショーティー、バンズなどのメンバーがいるというチームになっております。後輩の方に紹介したメンバーに関しては、ボールホグ内での露出ってほとんどないので、今回の動画ではあまり触れないんですけれども、基本的には最初の方に紹介したブルースだったりとかプロテクト、ブレイディ・グーやスニークあたりがボールホグの中心人物として語られることが多いかなと思います。すなわち今流行っているボールホグスタイルというのは、彼らの服装ですね。このボールホグのメンバーの中の服装を、ボールホグスタイルという風に表現しているという感じになります。で、このボールホグスタイルについてなんですけれども、特徴としては、ブルースを筆頭にですね、アーカイブのアイテムを駆使したスタイルっていうのが特徴的で、この中心人物のブルース自体がストリーマーでありながら、かなりのファッションフリークっていうこともあって、実際に自分の配信だったりとかで、アーカイブのアイテムとかをたくさん紹介するシーンが有名なんですけれども、そういった背景もあり、アーカイブのアイテムをストリートなテイストに混ぜたスタイルっていうのが、主なボールホグスタイルとされています。実際には、現代のアンダーグラウンドのラッパーとか、それこそネットスペンド、サマソンとか、フェイクミンクとか、チェとかね、他のラッパーたち見てても、みんな同じスタイルではあるんですけれども、それらをね、総称する名前が、今までなかったので、わかりやすく、キャッチーなワードなので、それらのアンダーグラウンドラッパースタイルが、今ボールホグスタイルとして、置き換わっているっていう認識ですね。まさしくね、僕が1年前の夏に取り上げたアンダーグラウンドラッパースタイルっていうスタイルが、今のこのボールホグスタイルに置き換わっているという現状です。その背景にはリーダーであるブルースの圧倒的な知名度だったりとか、2024年頃から頭角を現してきたプロテクトだったり、その他のストリーマーであるブレイディ・グーなどの中心人物の躍進が主な理由になっているのかなという見解です。続いてはチャプター2ですね。ボールホグを構成する主なアイテムということで、具体的にですね、ボールホグスタイルがどういった要素から構成されているのかっていうところについて話していこうかなと思います。ボールホグを構成する大きな要因としてアーカイブのアイテムがあるんですけれども、具体的にはですね、アンダーカバー、ディオール・オム、ナンバーナイン、バレンシアガ、ラフ・シモンズ、ベトモン、サンローラン、リック・オーエンス、純也渡辺、あとはシュプリームとかですね、などのアーカイブをはじめとした過去のピースを取り入れたスタイル。下半身に関してはアーカイブの、こういったブランドのスキニーデニムに対して、上半身もアーカイブのアイテムですね。ラフシモンズの何十万円もするスウェットだったりとか、純也渡辺とかの、結構希少なトップスだったり、そういったハイプのアイテムを組み合わせた、スタイルのことをボールホグスタイルと表現しています。このボールホグスタイルの、アイコンといえば、このボールホグのメンバー内でのストリーマーのプレイディ・グーやプロテクト、バンズあたりがすごくわかりやすいのかなと思います。実はですね、このボールホグ内のメンバーが、全員が全員同じ格好をしているわけではなくて、それぞれが絶妙にね、アーカイブのアイテムは使ってはいるんですけれども、ちょっとストリートに寄ってたりとか、絶妙に違う服装ではあるんですけれども、そのメンバーの中の、目立つ人物のアウトフィットがわかりやすくボールホグスタイルとされているという感じですね。そう、だから他のね、メンバーとかよく見てみると、さっき紹介したヤーミヤとか、アレックス・ローとかに関しては、結構ストリート寄りなね、UK っぽいノリもやってたりするんですけれども、基本的には、このプレイディ・グーやスニークとか、プロテクトの服装が、ボールホグアウトフィットとして見なされているかなっていう感じですね。で、リーダーのね、ブルース・ドロップ・エモフが、一番のファッションフリークで、彼がね、一番ズバ抜けてアーカイブのアイテム持ってたりとか、服好きなんですけれども、彼はスタイリング云々というよりかは結構コレクター気質なところがあるので、彼のスタイルが評価されているっていうよりかは、彼派生の、メンバーのファッションスタイルの方が評価されているっていう感じですかね。一番わかりやすいところはブレイディ・グーなんですけれども、彼のそのスラッとした見た目だったりとか、ファッションアイコン的な立ち位置っていうのもあって、今のボールホグアウトフィットに関しては、ほとんどがブレイディ・グーのスタイル由来なのかなと思っています。なので実際に写真見るとすごくわかりやすいんですけれども、ブレイディ・グーだったりとか、あとはプロテクトとかの着こなし見てるとすごいわかりやすくおしゃれかなと思います。実際にね、僕も何回かプロテクトの着こなしに関しては動画で言及したことがあるぐらい結構好きなんですけれども、こういったアーカイブを混ぜるストリートスタイルっていうのが、海外の若者を中心に今、受けているという現状ですね。で、続いてチャプター3ですね。実は新しくないというところなんですけれども、
そもそもですね、このクルー単位でファッションのスタイルとして確立されるっていう事例自体が初めてではないっていうのがあります。記憶に新しいのが2年前のプレイボーイカーティを筆頭としたオピウムがすごくわかりやすいかなと思います。デストロイ・ロニーだったりとか、ケン・カーソンとかが所属してたレーベル、オピウムから由来してるオピウムコアですけれども、バレンシアガだったりとかリック・オーエンスを駆使したああいった真っ黒なスタイルっていうのが、流行った事例があるので、直近だとそういったオピウムだったりの、流れも存在していたというところですね。もっと言うと、モードブランドのアーカイブアイテムをストリートに混ぜ込むっていう表現自体も、実はこれボールホグが最初にやってたわけではなくて、今から10年前、2010年代の ASAP Rocky が所属していた ASAP Mob がやってた表現に非常に似てるんじゃないかなと思っています。あの時代っていうのは、ASAP Rocky とか、ASAP Nast を中心に、リック・オーエンスだったりとか、ラフ・シモンズ、ジバンシーといったブランドのアイテムをストリートに合わせていたのがすごく新鮮に映っていた印象です。で、ASAP Mob もこのボールホグと一緒で、ラッパーだけのクルーではなくて、デザイナーだったりとか、クリエイティブ担当がいたりとか、今のボールホグの前身となるような、複合的なヒップホップクルーの走りだったかなと思います。で、さらにもっと踏み込むとすると、実はこの ASAP Mob よりも前の時代から、タイラーズクリエイターのオットフューチャーだったりとか、もっともっと前の時代からこういった複合的なヒップホップクルーっていうのは存在はしていたんですけれども、ただその流れにボールホグも乗ってるよっていう感じですね。話はそれちゃったんですけれども、このね、ボールホグスタイルが新しくないというところに話を戻すと、さっきもね、話した通り、そもそも他のアンダーグラウンドラッパーも、この手のスタイルは、みんなやっているというところで、今評価されているのが、ちょっと謎というか、わざわざこの話題に上げるほど別に新しくないっていうのは、正直なところではあるかなと思います。アンダーグラウンドのラッパーがなぜここまでアーカイブのアイテムだったりとか、そういうのばっかり着るのかっていうところに関しては、アーカイブのアイテムの希少性だったりとか、デザイナーズ特有の着こなしの難易度の高さっていうのが、ラッパーのフレックス文化との相性がすごく良いし、この成り上がりの象徴として、アクセサリーのように使われているっていうのが、ボールホグ以外にも、そういったアンダーグラウンドのラッパーがアーカイブを身にまとう大きな理由になっているのかなと思っています。だから今ほとんどのアンダーグラウンドのラッパーは何かしらのアーカイブのアイテムを身にまとうことが当たり前になってますし、そういったムーブメントは、ボールホグだけじゃなくて、世界的に見ても、UK、US 問わず、いろんなラッパーで、当たり前になっている価値観という感じですね。続いてチャプター4なんですけれども、じゃあなぜ今このタイミングでボールホグが注目されているのかっていうところに言及していこうかなと思います。一番大きな理由としては、リーダーのブルースの影響が大きいかなと思います。Twitch だったりとか YouTube といった、メインのそのプラットフォームでの露出がすごく大きいので、そのファッションをあまり知らない層だったりとか、ヒップホップをそこまで知らない層、マス層にも多くリーチしているっていうのが大きなムーブメントの要因だと思います。だからユータとかがそのアーカイブのファッションに目覚めて、自分の配信でそのアーカイブのアイテムを紹介するみたいな。それによって、ユータリスナーが、服とかヒップホップには興味がないんだけど、ユータが紹介してるんだったらっていう理由でアーカイブに興味を持つっていう、そういったイメージですね。日本でもこのアーカイブを誰が取り上げるかみたいな、その知らない層にアーカイブが知れ渡るのが嫌だみたいな、なんかアーカイブを広めてほしくないみたいな風潮あると思うんですけれども、すでにもう海外では、結構これはもう終わってしまってるというか、このブルースの影響力っていうのもあって、アーカイブっていうのは、みんなが思ってる以上に海外ではすごく当たり前になっているし、アーカイブの認知度っていうのは海外ではすごく高いっていうのが今の現状です。なので、このボールホグスタイル、このアーカイブを取り入れるスタイルっていうのは、今まではこのファッションの中でもすごく興味がある層しか知らなかったんですけれども、シンプルにこのマスが気づいたっていうことで、ハッシュタグボールホグとして今すごい勢いで広がっていってるっていうのが今の現状かなと思います。で、あともう一つ、今注目されてるTikTok だったりとかでバイラルが起きてる理由としては、ミーム化されている側面があるかなと思います。ボールホグもね、さっき僕が話したみたいに結構定義が曖昧で、ボールホグスタイルと言っておきながら、実情はブレイディ・グーの服装がほとんどなんですけれども、そういった背景から、じゃあこれもボールホグなのみたいな。これはボールホグじゃないのみたいな。ボールホグ、ハッシュタグボールホグを使ってる側もどれがボールホグスタイルなのか分かってないみたいな状態になってて、一種のこのボールホグ大喜利みたいな、ハッシュタグボールホグでこれもボールホグなんだろうみたいな動画が
流行ってるっていう側面もあるかなと思います。僕もね、最近1週間前ぐらいに TikTok で見て笑った動画があるんですけど、なんか半パンに茶色のブーツだけ合わせて、ハッシュタグボールホグハテナみたいな、これもボールホグなんだろうみたいな動画がめちゃくちゃ伸びたりしてて、なんかそういうミーム的な背景もあり、今ボールホグ、ハッシュタグボールホグスタイルを、頻繁に目にするようになってるんじゃないのかなと思います。ほんとちょうど1、2週間前ぐらいからですね、海外では急増し始めて、日本でもね、近いうちにその流れが、降りてくるんじゃないのかなと予想してます。ハッシュタグボールホグスタイルとかで調べると、僕が今言ったみたいな、そういうちょっと面白系の動画が出てくると思うんで、ぜひ皆さんちょっと見てみてください。なので、現状としては、服好きの中では、ボールホグスタイルとしてじゃなくて、アンダーグラウンドラッパースタイルとして定着していたアウトフィットが、ブルースの影響でマス層にリーチしたことによって、そのマス層を筆頭にアンダーグラウンドのラッパースタイル、アーカイブのスタイルのことをボールホグスタイルとして呼んで、それが今すごく広がっているっていうのが今の現状ですね。で、続いてはですね、最後のチャプター5。次はどうなるというところなんですけれども、今ですね、現状このボールホグスタイル、アンダーグラウンドラッパースタイルですけれども、このスタイルは、僕もね、2年前ぐらいから注目してる、呼び方をね、危うい系だったりとか、アンダーグラウンドラッパースタイルだったりとか、注目してるスタイルではあったんですけれども、今のね、この海外圏の爆発的な流行りを見ている限りは、このマス層に降りてきている時点で、このスタイルとしての新鮮さは正直ないのかなと思っています。で、こうなってくると、海外のラッパー、こういったスタイルをしているアンダーグラウンドのラッパーたちが、どのように変化をしていくのかっていうのは、すごい見ものだなと思っています。そう、このね、ムーブメントって結構みんなが想像しているよりも大きくなってて、海外の若者とかはアーカイブのアウトフィットを真似て、なんかタオバオで偽物を購入してそれを真似する子たちが出てくるぐらいタオバオフレックスとか言われたりしてますけれども、そういう良くない方の流行りになったりもしているので、このアーカイブを過剰に取り入れる文化みたいなのは、ちょっと廃れつつあるのかなっていうのが正直なところですね。最近の UK、US のアンダーグラウンドラッパー界隈では、服装がみんな一緒になってるんじゃないかっていうのを、しばしば揶揄されることが多くてですね。一個のアイテムが流行ったら、みんながそれを一斉に取り入れて、一瞬でそのスタイルが定番化してしまうっていう現状があるんですけれども、そういったこの流行りの消化の速さだったりっていうのもあって、このアーカイブスタイルが廃れていくのは、ちょっと時間の問題なのかなっていうのは感じています。で、今ね、このアーカイブ文化っていうのは、ラッパーを中心になんですけど、どんどんエスカレートしてってるっていう側面があって、僕が見てる限りですけど、そのラッパーの中で、なんかマイナーなアーカイブであればあるほどいいみたいな価値観になってきてるんじゃないかなと思ってて、最近のアウトフィットでちょっと面白かったのが、オーウェイのダイヤモンド、ラッパーがいるんですけれども、そのダイヤモンドが日本の昔のブランドでジュリアーノ藤原っていうだいぶマイナーなブランドがあるんですけれども、なんかそれのハイカットスニーカーを履いてたりしてて、なんかそれはどうなんだろうっていうのはちょっと思いましたね。多分そのダイヤモンドもきっとなんかお前らこれ知らないだろみたいな、俺はこういうイケてるブランド知ってるぜ的なニュアンスで多分履いてると思うんですけど、なんか別にジュリアーノ藤原を悪く言うわけではないんですけれども、僕から見ると普通になんかディオールとかサンローランとかのハイカットスニーカーの方がいいだろうって思っちゃうので、なんかそのマイナーなところを行けば行くほど分かってるやつ、イケてるやつみたいなのになっていくと結構もう危ういというか、どんどん先細りしていく一方なのかなと思います。で、ここら辺のアンダーグラウンドラッパーっていうのは、日本のアーカイブが非常に好きなので、日本の昔のブランドをすごいディグってるっていう現状なんですけれども、これがどんどんエスカレートしていくと、昔のハレとか着るラッパーが出てくるんじゃないかなって僕ちょっと予想してて、ハレも2000年代初期とかは結構アンダーカバーとかディオロームみたいな、そういうああいうノリをやってた時代があったので、なんかその時代のハレとかもしかしたらディグってなんかブラードとかそのあたりのラッパーが来そうだなと思ってて、なんかツイッターとかでブラードウェアリングハレ AW10 ナポレオンジャケットとかそういう投稿を目にすることがもしかしたら来るんじゃないかなって予想してるぐらいなんですけれども、そういったこともあり、このアーカイブ文化のエスカレートっていうのもあって、このスタイル自体がちょっと下火というか、ちょっと終わりを迎えるんじゃないかなっていうのは予想してますね。ただ、海外では別にこのスタイルが完全に終わったわけではないし、
で、ましてやこの日本の認知っていうのも、すごく弱いので、日本単位で考えるんであれば、こういったアーカイブを取り入れるスタイル、スキニーだったりとか、こういった、ボールホグスタイルっていうのは、まだまだあと数年は流行るんじゃないのかなとは予想してます。実際ね、こう10年前の ASAP モブが、流行ったタイミング、ああいった細身のパンツだったりに、エアジョーダンとか合わせるああいうスタイルっていうのは、日本ではすごく相当遅れて流行った印象があったし、なんかそういった事例を考えると、それとまた同じ未来をたどるのかなとは予想してますね。ただあの時代と今とで、違うところとして挙げるんだったら、今のラッパーの母数が圧倒的に違うっていうところは、もしかしたら変化が現れるポイントなんじゃないのかなと思ってて、日本のねアンダーグラウンドラップシーンの中でも、ボールホグスタイルみたいな感じの合わせをしてるラッパーっていうのは、日本でも結構何人かいるんですよね。具体的なところで言うとレイジードールだったりとか、カメレオンとかね、あの辺りのラッパーは、結構こういうアーカイブを取り入れるスタイルとかは、やってるので、そういったところから、日本でのアーカイブの認知度も、そこそこ高いかなとは思うので、ASAP モブの時ほどすごく遅れてるっていうことは、ないのかなと思います。そうですね、レイジードールに関してはすごいまさしくボールホグだなっていう感じはするんですけれども、カメレオンとかね、他の、折り紙とかあの辺りもそうですけれども、あの辺りのアーカイブスタイルってちょっとこうメインどころからは若干ずれてる節はあって、日本のねハッシュタグアーカイブがアーカイブじゃないじゃんって言われてる現況だと僕は思ってるんですけれども、そういったアンダーグラウンドのラッパーもアーカイブを完全に着てるわけではないので、アーカイブの解像度がまだまだ低いっていうところから変わらず遅れてるかなとは思うんですけれども、日本ではここから段階的にラッパーの着こなしだったりを中心にアーカイブの解像度っていうのがどんどんと高くなっていくのかなとも予想してます。で、ここから先は僕の予想の話になるんですけれども、今の海外ラッパーのこういうアンダーグラウンドスタイルが、落ち着いた場合、ここからどういう変化を遂げていくのかっていうところについてちょっと話していこうかなと思います。今のね現状のスタイル、こういう細身のスタイルっていうのは変わらずに継続になるかなと思います、一旦。ただこの上半身だったりとかのそのシルエットが変化するんじゃないのかなと予想していて、今の細身のパンツのスタイルのまま単純に上半身がどんどん大きくなっていくと僕は思っています。いわゆるこう Y ラインのシルエットですよね。2015年とか16年頃のシルエットにまた戻るのかなと思うんですけれども、ボンバージャケットだったりとか、ミディアム丈のコートだったりを取り入れて、Y ラインのシルエットっていうのが海外のラッパー単位で言うんであれば、その中では流行ってくるのかなという予想をしてます。昔の G ドラゴンだったりとか、ジャスティン・ビーバーみたいな着こなしのバランスが増えるんじゃないかなっていう感じですね。で、その Y ラインのシルエットだったりとか、ああいうちょっと上がオーバーサイズなスタイルが流行ると、次はどうなるかっていうと、あれをベースにしたちょっとスポーティーな流れが来るんじゃないかなと思ってて、ジャージだったりとか、そういう、よりリアルなスポーティーなアイテムを、ファッションに取り入れる流れが、来るんじゃないかなっていう。これが、僕が前の動画でも言及したトラックパンツとの流れにつながってくるわけなんですけれども、トラックパンツだったりとか、ああいうラインジャージとかのスタイルが、また戻ってくるんじゃないのかなという予想をしてます。でもこれはね、ラッパーの中でも、実際に10年前のラッパーとかもああいったトラックパンツを、着用してるアーティストはすごい多かったですし、Y ラインのシルエットだったりも、実際そういうスタイルをやってるラッパーっていうのはいたので、今回はねちょっとラッパーに絞ってトレンドを話しちゃってるんですけれども、割と今後の海外ラッパーの動きとしては、そういうシルエットの変化をしていくんじゃないのかなと予想しています。でもとはいえこのアンダーグラウンドラッパースタイル、ボールホグをはじめとしたねこういったアウトフィットスタイルがどういう風に変化していくのか、僕も完全に予想できるわけではないので、あくまで予想の範疇は超えないんですけれども、僕の考える構想では、こういった変化、2010年代の、流行りに合流するんじゃないのかなという予想ですかね。はい、ということで本日はですね、ボールホグスタイルとは何なのかというところから始まり、最後にはですね、今後のファッショントレンドの予想だったりとか、今後のファッションの流れっていうのを予想させていただきました。動画でもたびたび言及しましたけれども、やっぱりこう日本と海外の流れっていうのは、10年前から、もっと言うと20年前からこうずっと海外が先で、それの後追いで日本がっていう流れは、ずっと変わらないとは思うので、
最新のね、ファッションだったりとか、その動きを見るってなったら、US、UK とかのラップシーンとか、アーティストの着こなしとかを見るのがすごいわかりやすいんじゃないのかなと思います。普段からですね、僕はこういった感じで、ファッションについての情報、こういった高い熱量で発信しております。他の発信者の人が言及しないような内容であったりとか、割と未来予想みたいなこと結構好きでやったりしてますので、この動画が良いと思った方は引き続きチャンネルチェックしていただければなと思いますし、あとですね、これに加えて僕はメンバーシップをやっておりまして、メンバーシップではですね、今日の動画で話したような、さらにもっと具体的なこれからの未来予想であったりとか、ファッションについての濃い内容を発信しておりますので、もっともっと深い情報を知りたい、もっとファッションにのめり込みたいという方は、ぜひですね、こちらのメンバーシップもチェックしていただければすごく嬉しいなと思います。ということで、本日の動画は、最近話題のハッシュタグボールホグスタイルについて紹介するというような動画でした。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。